はい、こんにちは。今でこそ数多くのカーボンホイールブランドがあり、レースではもちろん普段のライドでも当たり前に使われています。しかし昔のカーボンホイールっていうのは非常に高価で、その上壊れやすいレース専用の決戦機材でした。80年代後半から90年代にかけてのそんなカーボンホイールの黎明期を代表するブランドの一つがアメリカのジップです。創業者は元 F1 エンジニア、レーシングカーのパーツ製作からホイールに進出したっていう過去があります。このジップ、当初から軽さと空力を追求していて、ワイドリムやリム表面のディンプル加工など新技術をいち早く取り入れ、現在でもトレンドの最先端を走り続けています。で、今回はそんなジップが2020年に発売したジップ303ファイヤークレストを取り上げます。このホイールは実際の使用条件で本当に速いホイールは何かというコンセプトのもと開発されてまして、6年前の製品ながら2026年現在でも先進的な設計が盛り込まれています。その中でも 25mm 幅のフックレスリム採用という点が最大の特徴です。フックレス構造を採用することでリムの精度向上や軽量化、転がり抵抗の削減を実現しています。しかしフックレスリムといえば安全性の話題は避けられません。2024年フックレスリムを使用する選手によるレース中のタイヤ脱落事故が相次ぎました。そしてその一連の事故で使用されていたのがジップのホイールです。今回このジップ303ファイヤークレスト、人気がないせいか非常に安く中古購入できたんで、この構造や走りをレビューしつつフックレスリムの是非について考えていきたいと思います。このジップの303ファイヤークレストというホイールなんですが、リムハイト 40mm のオールラウンドな軽量ホイールにカテゴライズされます。このホイールの特徴は実際の使用条件での総合的な速さを追求したという点です。トータルシステムエフィシエンシー、略して TSA テクノロジーと呼ばれるコンセプトで開発されていまして、ホイールの空力、そして重量はもちろん転がり抵抗の削減、さらに快適性の向上を目指しています。つまり空力に優れ、重量が軽く、転がり抵抗が少なく、その上ライダーへの疲労も削減することによって総合的に速いホイールというのを目指しています。それではこのホイールのリムとスポークとハブについて順番に見ていきましょう。ではまずリムを見ていきましょう。リムはリムハイトが 40mm、 リムの幅が内幅が 25mm で外幅が 30mm。 何度も言ってるようにリムはフックレスリムとなってます。実測してみるとリムハイトは 40.6mm 程度、そしてリムの幅は内幅が 25.2mm 程度、外幅は 29.9mm、ほぼ交渉通りの値となってます。さてこのフックレス構造なんですが、実は製造時のメリットがかなり大きいんですよね。こういうカーボンリム、金型に入れて加熱して熱硬化性の樹脂を固めることで硬いリムとして成形するんですが、その時フックレス構造だとこのビード付近にも硬い金属製の金型を使えるんで、まずリムのビードの精度を高めることができますし、このカーボン内部の欠陥をなくすことで高強度化を図れます。結果的により材料を削減して軽量化を実現できます。その一方でこのフックレスリムは構造上タイヤとの相性問題が強く、不適切なタイヤを使うとタイヤが外れやすいため、ビードの部分がしっかりしたチューブレスタイヤを使うことが必要ですし、最大空気圧も5気圧以下に制限されています。他にも取り扱いに関する注意点はあるんですが、これは後ほど説明します。そしてこのホイール、リムの表面には無数のくぼみ、ディンプル加工が施されています。こういう凸凹を施すことで空気の剥離を抑えて、特に横風の状況下で空気抵抗を削減することができます。このディンプル加工自体はゴルフボールの表面をはじめ、最近では車でも燃費向上のために同様の技術が使われています。ちなみにこういったカーボンリムは中国や台湾で作られることがほとんどなんですが、このジップの303ファイヤークレストについては
アメリカ・インディアナポリスの自社工場にて生産が行われているそうです。ところでこのリムのブランドネームファイヤークレストなんですが、もともとこのジップがワイドリムとこのディンプル加工の2つの技術を使い始めた頃にこの名前がつきました。どうやらコモンファイヤークレストっていう鳥が実在するらしいんですよね。昔の製品には不死鳥みたいな鳥のステッカーが貼ってありました。で、どんな猛禽類かと思ったんですけど、実はスズメの仲間、非常に可愛らしい鳥で拍子抜けしました。さて次はスポークです。スポークはサピムの CX スプリントを使用しています。ハイエンドホイールで使われる CX レイと比べると一回り太いんですが、重量は重くなるものの剛性は向上しています。また特徴的なのは、現在缶組ホイールで主流のストレートスポークではなくって J ベンドのトラディショナルなスポーク形状が採用されているという点です。ジップのホイール、一時期はストレートスポークだったんですが、また J ベンドに戻ってしまったんですよね。スポークの強度や耐久性、剛性の点では正直ストレートスポークに分があると思ってるんですが、こういう比較的入手しやすい J ベンドのスポークを採用することで、スポークが折れた時にショップでの修理がしやすいっていうメリットもありますし、しかもこのエアロスポークのブレードの向きがねじれにくいっていう点もメリットではあるかなと思います。なおスポークパターンについては前輪後輪とも24本、左右とも2クロスの左右同数組となっています。最後にハブです。ハブはドイツで開発されたというジップオリジナルの ZR1DB ハブが採用されています。特に特殊なギミックとかはないんですが、強いて言えば最近触れたホイールに比べて台形のベアリングが採用されている点が印象的でした。リアハブについては66ノッチのフリーが採用されています。そしてこのラチェット構造は最近主流のスターラチェット形式面ラチェットではなく、昔ながらのポール式、このハブシェル側には33個のラチェットの爪があって、このフリー側の6つの爪が3つずつ位相を半分ずらして噛み合うことによって66ノッチの噛み合わせを実現しています。そしてこのフリーやハブに入っているベアリングも台形で、しかもこれらは耐久性を重視してステンレスベアリングが採用されているらしいんですが、実際のところこのゴムシールがかなり弱いっていうのがこのハブの泣きどころだそうです。このハブキャップなんかにも追加の防水シールは備わってないんで、雨天時とかでも使われる方はこういう防水グリスを塗っておくことをお勧めします。これはね、ヤマハの船外機用とかの防水グリスなんですが、こういうシール面とかに塗っておくと浸水をかなり防ぐことができます。こんな感じの白いグリスでヘッドセット周りとか BB にも使えるんで、自家整備する人がいるならおすすめアイテムの一つですね。では最後に重量を実測していきましょう。まずフロントホイール、こちらの重量は 620g で、次にリアホイール 761g となっています。なので前後のホイールを合計すると 1382g となりました。交渉重量では前後セット 1355g と言われてるんで、25g ぐらい重たいんですよね。ただ交渉重量自体はおそらくもっと軽いスラムの XDR フリーの場合の重量だと思います。それでも少し重い気はするんですけど、結構派手にサバ読みする大手メーカーの中では比較的正直な部類かなと思いました。さて、ロードバイク用のフックレスリムを取り扱う上で避けては通れない話題が安全性についてです。2024年相次いでタイヤ脱落事故が発生し大きな騒ぎとなりました。まずは2024年の UAE ツアー、ロッド・ディスティニー所属のトーマス・デヘント選手が走行中、前輪のタイヤが突然脱落、タイヤインサートが巻きつく形でロックして転倒しました。この時使用していたホイールがジップの 353NSW、 これは内幅 25mm のフックレスリムです。そしてタイヤはビットリアのチューブレスタイヤ、
コルサプロの 28位でした。さらにその9日後、同じロットディスティニー所属のヨハネス・アダメッツ選手も全く同じ機材で同様の落車事故を引き起こします。そしてこれらの相次ぐ事故でフックレスリムの構造的な欠陥が指摘されることとなりました。この事故に対してジップとビットリアからはリムの破損画像を根拠に岩などへの衝撃でリムが破損して、それがきっかけでタイヤが脱落したという主張を行いました。その一方で選手サイドからは同様の事故事例が他にもあるという話、さらに仮にフックドリムであればリムが破損してもビードにタイヤが引っかかることによってタイヤの脱落、ひいては落車が免れたという主張が行われました。今回の事故、チューブレスレディという微妙なバランスで成り立っているタイヤシステム、さらにどこまでが安全でどこからが危険か曖昧な状態で運用されていたから起こった事故だと考えています。まずフックレスリムは構造上タイヤの保持力が低く、高圧になるとタイヤが外れてしまうリスクがあります。そもそも自転車用のクリンチャータイヤっていうのは昔はフックレスリムでタイヤの高圧化が進むに従って脱落を防ぐためにリムにビードフックが設けられたっていう歴史があります。したがってフックレスリムを運用する上では互換性が保証されたタイヤとリムの組み合わせであること、さらに適正な空気圧の範囲で使用するということが大前提となってきます。それにもかかわらずこのタイヤとリムの互換性については未だ不明瞭な部分も多いです。まず自転車に限らず車やバイクなどのタイヤやホイールの規格を定めたエトルト規格ではこの 25mm の内幅のリムの場合タイヤの幅は 29mm 以上のものを使用するように定められています。さらにフックレスリムでは5気圧以下で運用するように制限されています。一方でホイールブランドのジップは互換性が保証されたタイヤのリストを公開しています。でこのタイヤリストには 28mm のものも含まれていて先ほどのエトルトリストとは行き違っている点があります。ジップの主張ではタイヤメーカーとホイールメーカーであるジップがお互い独自にテストした上で安全性を保証しているということなんですが 25mm リムへの 28C タイヤの使用が国際規格を逸脱しているという点は変わりません。ということで国際的な規格とリムメーカーの主張が食い違っていることになるんですがレース現場ではさらに厳しい条件で運用が行われています。事故が起こった当時まだ 28C のタイヤは主流だったんで 28C タイヤを使用する選手は多かったですし体格のある選手の場合この 28C タイヤに入れる空気圧は5気圧に近いあるいは超える場合もあったらしいです。まとめるとエトルト規格で禁止された 25mm 幅リムへの 28C タイヤの使用フックレスリムの限界空気圧ギリギリでの運用こういった点で安全マージンは少なかったということが想定されます。しかも自転車のチューブレスタイヤ個体差でビードが緩いものもあります。25mm のリムに 28C タイヤを履かせるとタイヤのサイドウォールはほぼ垂直になってリムとビードの密着は悪くなります。そんなタイヤに限界付近の空気圧を入れて運用し段差などで強い衝撃が加わったらタイヤが脱落する可能性も十分にあり得ると考えられます。この一連の事故タイヤシステムの安全マージンの見積もりを誤った結果の事故だと考えられます。この事故事例を踏まえてフックレスリムが安全か危険かという話なんですが個人的な見解ではフックドリムに比べて安全マージンが少ないというのは事実だと思います。エトルト規格で指定された幅以上のタイヤを指定以下の空気圧で使用するべきです。実際のところタイヤの幅が広がるほど適正空気圧は低下するので 30C 以上のタイヤを使う限り脱落事故というのは起こりづらいと考えています。ちなみに一連の騒動について UCI からはエトルト規格を遵守した幅のタイヤの運用つまり 25mm の場合 29mm 以上のタイヤの使用が義務付けられました。その後プロレースでもタイヤのワイド化っていうのは進み今では 30C が当たり前になったんで今後同様の事故が起こる可能性は低いんじゃないかなと考えています。ということでいつも通り実装レビューをしていきます。まずはタイヤを取り付けるんですが
いつも使っているアジリストデューロ TLR の 28C はタイヤ幅の都合で対象外です。なので今回はアジリストファスト TLR の 30C を使用します。組み付け自体はスムーズに行えてビードも簡単に上がりました。空気圧はスラムのアプリで調べて適正空気圧 3.7 気圧にセットしています。そしてバイクにつけて走り出したんですが、まずリムが軽いんで低速でのハンドリングの良さを感じました。出足も速いですね。そしてゴロゴロとよく転がるホイールだなと思いました。ホイールが縦方向に柔軟で路面からの突き上げを吸収してくれるんで、いつも走ってる道でも舗装が良くなったように思います。そして路面の細かい凹凸を吸収してくれるんでバイクが失速しにくく、タイヤの転がり抵抗以上によく転がるように感じられます。一方でパワーをかけた時の反応性については光合成のカーボンスポークホイールには及ばないと思いました。ホイールにトラクションがかかるまでに少しためがあるんでペダルをガチャガチャ乱暴に踏んでもうまく走りません。シッティングでは淡々と踏む乗り方、ダンシングでもバイクの振りを利用してじわっとトルクをかけてやる方が進みます。またラチェットが66ノッチと細かく足を止めて踏み直す場面でもすぐにかかってくれるんですが、これはロードバイクでは抵抗が増えるだけで不要だと思いました。もしかするとこれはグラベルでの使用を意識しているのかもしれませんね。次に空力や巡航性能について、303ファイヤークレストのリムハイトは 40mm でローハイトとは言わないんですがセミディープの中でも低めのハイトです。なのでこのホイール空力でスピードを稼ぐタイプのホイールではありません。実際に ZIP は空力テストの結果を出すのが好きなんですが303ファイヤークレストについては風洞実験の結果は公表してません。代わりに転がり抵抗や振動吸収を含めた TSE トータルシステム効率では有利と言ってるんですが、つまり裏返すとエアロは大したことないんだと思います。ただしリムハイトが低い上ディンプルの効果もあるのか横風には強いように思いました。さらに駆動合成にためがあるタイプのホイールなんで平地のペダリングは行いやすいです。集団から飛び出して逃げを打つような高速巡航でのアドバンテージは少ないんですが一定速度で巡航すること自体は得意と言えると思います。こんな感じでこの303ファイアークレスト 2,300 キロ乗ってみたんですが、全体として刺激的な加速感や突き抜けた高速性能がない代わりに快適で疲れないホイールという印象でした。よく車の運転で目的地に早く着きたいんだったら速度を出すんじゃなくて一定ペースを保って休憩を少なくする方がいいなんて言うんですが、実際このホイールも同じで疲れないから長時間走り続けられるんですよね。1分1秒を競うレースというよりはもっとロングスパンのサイクリングに向いたホイールだと思いました。また303ファイヤークレストは通常のロードホイールよりも高い強度で設計されててグラベル向けとしても使うことができます。というよりもこの振動吸収性の高さやワイドなリムはロードよりむしろグラベルライドを意図したものなのかなと思いました。長時間振動にさらされるような使い方をしても疲労がたまりにくいですし、タイヤの選択肢が狭まるワイドなフックレスリムも 40C 以上のタイヤを2気圧以下で使うグラベルだと全く問題になりません。オンロードよりもオールロード、オフロードで長所が生きてくるホイールかもしれないと思いました。ということで今回は ZIP の303ファイヤークレストを取り上げてこのホイールのレビューをするとともにフックレスリムについて考えてきました。まずこのホイールなんですが空力や剛性を追求するというよりも疲れにくさ、扱いやすさを重視したオールロードホイールという印象でした。30C から 32C のちょっとワイドなスリックタイヤ、あるいは 40C から 45C のグラベルタイヤを履かせてオフロードで使用するならばとても多用途に使用できるホイールだと思います。特にこの手のホイールとしては重量も軽めですし J ベンドのスポークを採用してるんでトラブルでスポークが折れた時にも修理しやすいというメリットもあります。一方でロードバイク、特にレース志向の使い方では少々使いにくいように思いました。
フックレスリムイコール危険というわけではないんですが、タイヤの種類や幅、そして空気圧に注意が必要で、より厳密でデリケートな運用が求められます。内幅 25mm の303ファイヤークレストの場合、使用できるタイヤは 30mm 以上のチューブレスタイヤ、クリンチャータイヤやまだまだレースヒルクライムで主流の 28C のチューブレスタイヤは使用できません。にもかかわらず303ファイヤークレストのリム外幅は 30mm で、本来 28C のタイヤに合わせて空力設計がされています。落車事故があって最小のタイヤ幅が 30C 以上になったことで、本来の空力を発揮できないんですよね。結果的にフックレス構造に起因する様々な制約がある割に空力が微妙なホイールということになってしまっています。しかもこの303ファイアクレスト、2020年発売された当初は23万円台でまだ納得できる価格だったんですが、原材料の高騰や為替の影響で何度も値上げされて、最終的に36万5400円になりました。正直この価格を出す値打ちはないと思います。現在は生産終了していて、後継モデルにあたる 303SW が発売されているんですが、こちらはリムの中に空気圧センサーを内蔵する関係でさらに高価になって、2026年現在38万3200円もします。モデルチェンジに伴ってリムの寸法が変更されて 30C タイヤに合わせた外幅 33mm になっているという点は評価できるんですが、それでもこれだけの価格をこのホイールに出すのはあまり賢い選択とは言えないと思います。最後に個人的な意見なんですが、ロードバイクのホイールはやっぱりフック付きのリムであるべきだと思います。フックレスリム、ユーザーに対してはほとんどメリットがないんですよね。せいぜいリムに残ったシーラントの掃除がしやすいぐらいです。細いタイヤやクリンチャータイヤを高圧で使っても安全確実に使えるという意味で、やはりロードバイク用のホイールはフックドの方がいいと思います。一方でグラベルやマウンテンバイクはタイヤはほぼ全てチューブレスですし、常用空気圧も2気圧以下と低いです。なのでこういうオフロード系のホイールはフックレスでも全然問題ないと思います。同じ 700C のホイールでもロード用はフックド、オフロード用はフックレスと住み分けしていくのが自然な流れなのかなと思いました。はい、ということで今回ホイールのレビューをしながらフックレスリムについて考えてきました。今後もロードバイクの機材レビューなどしていきますんで、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。